はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ですね、このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。ということで、今日はですね、クエン酸のお話をしていきたいと思います。クエン酸とか重曹とかってクエン酸重曹水みたいなやつとかって結構今また再びトレンドになっている、ものだと思うんですけれども、そのですね、クエン酸の方にちょっとフォーカスして今日はお話をしていこうと思います。クエン酸って摂取するとすごくいいですよっていうこととか、実際私がですねクエン酸をどういうふうに飲んでいるか、どういうふうに摂取しているか、そういったところのお話を詳しくしていこうかなと思います。ということで、まずですね、クエン酸って何なのかといったところなんですけれども、クエン酸って聞くとレモンとか、そういった酸っぱい果物なんかに、含まれている成分のことだなっていうことは、大体、誰もが、ご存知なことだとは思うんですけれども、クエン酸っていうのはですね、実は人間の体の中に、常に存在している成分なんですね。で、人間が生きていく上で重要な働きをしてくれています。でその、クエン酸の効果っていうのはもちろん科学的にも証明がされているわけなんですね。でもちろんレモンとかそういった果物もそうなんですけども、お酢ですね、お酢にも日本の発酵食品であるお酢にも、クエン酸が含まれています。ちょっとなんですけれども、基本的にお酢は酢酸がメインになりますので、それ以外のいろんなクエン酸だとか他の酸が含まれているというところなんですけれども、そういったお酢に含まれる酢酸とか、果物とかに多く含まれるクエン酸っていうのは有機酸というふうに、言われていまして、その有機酸っていうのが体の新陳代謝とか、そういったところに重要な働きをしてくれる物質だということなんですね。でそのお酢に含まれている酸とその果物とかに含まれているクエン酸と、含まれている量も違いますし、働きっていうのも結構違ってきて、なんとですね、お酢に含まれているクエン酸よりも果物とかに含まれているクエン酸の方が、有機酸としての働きは、3倍ぐらいになるというふうに言われています。お酢に含まれているのはメインは酢酸なので、酢酸とかに比べるとですね、クエン酸の働きっていうのが、3倍ぐらいあるということが言われているんですね。でかつお酢って結構やっぱりすごい酸っぱいって感じなんですけれども、それに比べると果物に含まれているクエン酸っていうのはかなりお酢の酸っぱさに比べると酸っぱさっていうのは軽減されているというところがありますので、酸っぱいのちょっと苦手だなっていう方も、クエン酸の方が取りやすいといったところもあります。でそのクエン酸なんですけど、クエン酸っていうふうに、この字のごとくですね、酸という字が書いてありますので、これ酸性の物質なんですよね。クエン酸は酸性です。なんですけれども、実はクエン酸はアルカリ性食品ということにもなるわけなんですけど、なるわけなんですよね。なんでかっていうと、もともとクエン酸は酸性なんですけれども、これが人間が摂取してその人間の体内に入ることによってまず胃に入って、喉から入ってですね、胃に入った状態だと、まだ酸性なんですけれども、それがどんどん消化で流れていって十二指腸に入っていくと、その十二指腸に入る時にですね、その膵臓とかから液が出るんですけども、それが強いアルカリ性なんですよね。でアルカリ性が、あるその重曹とかですね、そういったものと化学反応を起こすことによって、
アルカリ性になっていくという、基準があるんです。そのですね、消化をしていくにあたって十二指腸に行って、その膵臓とかからそういったアルカリ性の液が出て化学反応を起こして、クエン酸ソーダっていうのがソーダ状の感じになるんですよね。ブクブクブクっていう風に泡が立つ。よくですね、重曹とクエン酸をお掃除に使うっていう方もいると思うんですけども、あれってその2つ、重曹とクエン酸を混ぜるとシュワシュワシュワって泡が出てきますよね。あの状態が体内で起こるということになります。で、その状態で混ぜ合わさってシュワシュワシュワって化学反応が起こることによって、もともと酸性だったクエン酸はアルカリ性に変わるということになるわけなんですね。なので、クエン酸を人間が摂取すると、その体内に入っていく過程でアルカリ性になっていきますので、アルカリ性としての働きを体内でしてくれるということになります。なので重曹クエン酸水っていうものを作ってそれを飲むっていう方って結構いらっしゃるみたいなんですけれども、別にそうしなくても勝手にクエン酸オンリー、クエン酸単体で飲むだけで体の中で勝手にですね、その水液とかから出る物質で化学反応を起こすことによって勝手に体内で重曹クエン酸水みたいな状態が作れるというわけなんですよね。なので、クエン酸単体で飲んでも全然重曹クエン酸水と同じような働きをしてくれるということになります。はい。そしてですね、そういった形でとにかくですね、クエン酸っていうのは酸性の物質なんだけれども、人間の体内に入るとアルカリ性になるので、アルカリ性としての働きをしてくれるというのがまず、重要なポイントということになります。で、実際どういった効果をもたらしてくれるのかですね、人間の体にどんないい効果があるのかというところなんですけども、ざっとこちらに書いてみました。順番に解説していきますと、まずはですね、人間の体というのは、本来アルカリ性に、なっているんです。弱アルカリ性です。すごいアルカリ性ではないんですけれども、弱アルカリ性になっているのが本来の状態なんですが、ただですね、すごいストレスを受けていたりとか、体調が悪い、病気になっているとか、そういった状態になると人間の体の、中の状態っていうのが弱アルカリ性から酸性に傾いていくんですよね。どんどん酸性寄りになっていくということが起こります。で、人間って自然治癒力、免疫力っていうのがあるので、自分で悪いところを治すっていう力が備わっているので、例えばその病気とかストレスとか体調不良とかでそのアルカリ性から酸性にちょっと傾いちゃったなっていう場合は、自分が持っている自然治癒力でちゃんと弱アルカリ性の方に戻していく、っていう自然治癒力っていうのが、働くわけなんですけれども、やっぱりどんどんストレスが溜まり続けていたりとか体調不良が続いているっていう、ことになると、その自然治癒力がですね、なかなか働かなくって、ずっともう酸性に傾いたままの状態になってしまうということがあるんですよね。で、そうするとですね、やっぱりもう酸性体質みたいなことになってしまって、常に酸性に傾いている状態になります。で、そうするとですね、常に体調がどっか体調悪いか、どっか痛いとか、頭が痛いとか、朝起きるのが辛いとか、だるいとかですね、あと便秘が、毎日続くとか、肩こりとかで悩まされているとかですね、あとすごい疲れやすくって、あと風邪もひきやすくってみたいな、そういった状態になっていってしまうということなんですよね。で、なんで酸性に傾くのかっていう理由はですね、人間って生きていくために必要なエネルギーをこの食べ物に含まれているブドウ糖から摂取していくんですけれども、でそのブドウ糖っていうのが取り込まれて血液の中で取り込まれて細胞で燃焼がされてですね、でそう燃焼されると炭酸ガスと水に分解されていくんですよね。で
されていくんですけども、例えばそのブドウ糖をすごい取りすぎちゃってたりとか、あと体の調子がですねうまく機能していないと完全にそのブドウ糖が燃焼しきれないということが起こってきます。でそうするとですねよく疲労とかに関係してくる物質で乳酸っていうのがあると思うんですけれども、その乳酸なんかの、酸化物質ですよね、そういったものが体の中に溜まっていってしまう、蓄積してしまうということが起こります。でそうすると常に体が酸性に傾いていくという状態になるんですよね。それはですねそのクエン酸回路っていうですねエネルギーを作り出す回路の、ところのお話になってくるんですけれども、とにかくですねクエン酸、乳酸というですね、疲労物質と呼ばれている乳酸という物質が多く出過ぎてしまう状態ですね。そうなると酸性に傾いていってしまうということがあります。なのでその酸性に傾くのを防ぐためにはどうしたらいいのかっていうと、ブドウ糖をちゃんと燃焼させる必要がある、ブドウ糖の燃焼を良くしていくという必要が、あるわけなんですね。でそのブドウ糖の燃焼を助けるのに実はクエン酸っていうのが役立つというわけです。で血液がサラサラになるっていうふうに書いてあるんですけれども、さっき言ったように、クエン酸っていうのはアルカリ性として体内で働いてくれるので、それによって血液をサラサラにする効果もありますよといったところですね。はい、そして2つ目はストレスの軽減です。ストレスの軽減にクエン酸が役立つよといったところですね。やっぱりその人間って常にストレスを感じるわけなんですけれども、あまりにもストレスが多かったりとかですね感じ続けるということになると、この自律神経のバランスが乱れていくということが起こって、自律神経のバランスが乱れることによって病気とかにかかりやすくなったりします。頭痛だったり肩こりだったりとか、胃の調子、腸の調子が悪いとかですね、吐き気とか食欲不振とか、いろんなですね症状が出てきてしまいますけれども、特に自律神経だとめまいとかそういった不眠とかですね、そういったことにもつながってきたりします。でその自律神経っていうのがすごい重要で、その自律神経の状態が整っているとストレスをですね結構たくさん感じてもそんなに体調を崩したりしない強い体っていうのができるんですけれども、やっぱりその自律神経の状態が乱れていることによってストレスを感じたことが病気とかそういった症状につながりやすいということもあります。なのでその自律神経のバランスを整えてくれるのが、クエン酸だということなんですよね。いろんな意味があるんですけれども、例えばそのクエン酸って独特のその酸っぱい香りとか酸っぱい味がありますよね。なので、その酸っぱい味を、味覚で味わうことによって、適度なちょっと味覚に刺激を与えてくれるということもあります。でその刺激が精神的なストレスを緩和してくれるといったところもありますし、あとはですねクエン酸って、副腎ですね。この副腎ってすごく大事なキーワード、自律神経と同じぐらいですね重要な、臓器、キーワードになってくるんですけれども、その副腎っていうですね非常に重要な臓器の働きを助けてくれるという働きもあります。で副腎ってその腎臓の上にちょっと乗っかってるちっちゃい臓器なんですけれども、すごく重要な働きがあるんですね。なのでその副腎がちゃんと働いているかどうかによって健康の状態ってすごい左右されてくるという、臓器なんですけれども、その副腎からは副腎皮質ホルモンというですね、分泌液、ホルモンが出ていまして、でその副腎皮質ホルモンっていうのがですね自然治癒力をコントロールするという働きを、持っています。でその副腎の状態を良くするには副腎皮質ホルモンが、ちゃんと出るような状態にしなければいけないんですけれども、その
副腎皮質ホルモン、ちょっとややこしいんですけど、副腎皮質ホルモンの材料になるのがクエン酸なんですよね。なので、今の話をまとめると、クエン酸っていうのは副腎皮質ホルモンとか、ホルモンの材料になりますと。なのでクエン酸を摂ることによって副腎皮質ホルモンが正常に分泌されることを助けてくれるので、副腎が正常に働くことができるようになってきます。でそれによって、いろんな体調不良とかそういう症状が緩和されていきますよということになるわけなんですよね。はい、ということで、ストレス軽減にもクエン酸っていうのは役立ってくれます。であとはですね、次薬効っていうふうに書いているんですけれども、やっぱりクエン酸っていうのが薬として用いられてきたっていうのが、昔からですね行われてきていてですね、薬としても使われていて健康にいいってことが体験的に昔の人は分かっていて、なのでその病気の予防とか、病気の治療みたいなことにクエン酸を使っていたということが、あります。で西洋だったらレモンとかライムとかそういったものを使うんですけれども、日本とかだとやっぱり梅とか梅干しですよね。やっぱり梅干しの効果ってすごいんですよね。それはもう昔から分かっていたことで、昔の日本人がですねちゃんとこの食生活に梅干しを取り入れていたというのはですね、やっぱり病気の治療効果、治癒効果とか予防効果っていうのがもう明らかにあったっていうことが、あるので使われてきたといったところなんですね。でクエン酸って酸なのでやっぱり殺菌効果とかすごいあるんですよね。なのでウイルスとか、細菌とか、そういった病原菌と言われるものに、対して、殺菌してくれるっていう効果があるので、そういったところでですね、使われていたといったところです。そして次に行きます。次は胃の調子ですね。胃の調子を良くするという効果も認められています。でここでですね胃の調子っていうと一言で胃の調子って言ってもいろいろ複雑な、症状があったりするわけなんですけども、結構多いのが胃の調子がなんか悪いって言ってる人に多いのが胃酸過多っていう状態ですね。胃酸がちょっと出過ぎちゃっているっていう状態です。でそういう場合で結構多いので、そういった場合に出される薬っていうのが多いんですけれども、ただやっぱりそういう方ばっかりじゃなくって逆に胃酸が少なくなっちゃってる、胃酸の分泌が少なくなっちゃって、それによって胃の調子が悪いっていう方も、結構いるんですよね。で胃液のその胃酸のですね胃液の分泌が低下してしまうと、当然ですね消化不良っていうのを起こしてきます。で、消化不良が起こすと、結果的にですね、いろんな不快感が現れますし、あとはですねやっぱり消化不良を起こしているってことは栄養素をうまく吸収できないという状態になってきますので、それはそれでやっぱり問題なんですよね。で胃酸過多の場合ですね、胃酸過多の場合はやっぱり胃液を抑えるってことをしなければいけないので、胃薬が出る病院とかに行くと胃薬処方されたりするんですけれども、胃薬っていうのは、大体重曹が使われていますよね。でそれはなぜかっていうと、重曹には胃液の分泌を抑える、働きがあるからなんですよね。なので胃酸過多になっていて、それで胃の調子が悪いっていう方は、重曹が入っている胃薬を飲むっていうことが非常に効果的なんですけれども、ただですね胃液の分泌が少なくなっちゃっているっていう方の場合は逆なんですよね。逆なのでそこで重曹が入っている胃薬を飲んでしまうと逆効果、どんどんもっと胃酸の分泌が抑えられてしまうので、もっともっと調子が悪くなってしまうということが起こってしまいます。
重曹クエン酸液っていうのが結構流行っているんですけれども、その自分の胃の調子がですねどういう状態なのかっていうのをちょっとしっかり把握してから摂取しないと逆効果になってしまうっていう場合も実はあるんですよね。なので胃酸過多になっているような方だったら、重曹クエン酸水っていうのを飲んでも、いいと思うんですけれども、そうじゃなくって胃液の分泌が低下していて消化不良を起こしているっていう方が重曹が体にいいからって言って、それを飲んでしまっているとですね、重曹単体で飲むという方もいると思うので、飲んでしまうと逆にですねどんどん消化ができない栄養素を取り込めない体になっていってしまうっていうところがありますので、そこは注意が必要かと思います。もちろん重曹は重曹でいろんないい面があると思うので、それ自体は否定はしないんですけれども、やっぱり胃酸の、重曹には胃液の分泌を抑える力があるんですよっていうことだけは覚えておいていただくといいかなと思います。はい。そうですね、胃の調子を良くするっていうところでやっぱりクエン酸はですねその胃液が分泌が少なくなっている方にとってはクエン酸を飲むことによって胃液の代わりに殺菌を行ってくれるっていう効果も期待できますので、胃液がちょっと少なくなっちゃってるっていう人はですねやっぱり入ってきた食べ物が胃できちんとですね殺菌するんですけれども、そういった、能力がちょっと落ちているっていう場合にクエン酸を取ることによってそれを補填してくれるということもあります。補ってくれるんですね。でしかもですね胃液のその代わりをしてくれるっていうだけではなくてその胃にある胃腺っていうのをですね刺激してくれるっていうのもあるので、胃液の分泌を促してくれるという効果も期待できます。なのでやっぱりですねその重曹クエン酸水にしてから飲むともうその時点で、酸じゃなくてアルカリになっている状態ですよね。それを飲むよりかはクエン酸を単体で飲んだ方が、最終的にはアルカリになりますし、あと胃に入った状態の時ですね、胃に入った状態の時はまだクエン酸の状態、酸の状態なので、それがですね胃液に変わってくれる、胃液の分泌を促してくれるという働きも期待できるので、やっぱりですねその胃酸過多の人じゃない場合、胃液の分泌が低下しているっていう場合はやっぱり重曹クエン酸水にするんじゃなくってクエン酸単体で飲んだ方がいいということになります。はい。そしてですねクエン酸っていうのはあと胃の中でカルシウムが酸化するのを助けてくれるという働きもあります。なのでカルシウムの吸収を良くしてくれる、他のミネラルもそうなんですけれどもカルシウムの吸収を良くしてくれるっていうところもありますので、骨粗しょう症の予防とかそういったことにも、効果が期待できますといったところですね。でただですねクエン酸飲む時の注意事項としてはやっぱりクエン酸単体だとまだ酸の状態なのでそれをずっと口の中に含んだままにしておいてしまうと歯にですね問題がちょっと出てきます。歯のエナメル質っていうのは酸があると溶けていってしまうのでずっと口に含んだままにしておくとそのクエン酸の酸でですね歯が溶けてエナメル質がですね溶けていくっていうことが起こってしまうのでそこだけはちょっとですね注意をしていただくといいかなと思います。はい、そして最後は疲労の回復ですね。これはよく聞く、クエン酸って言ったら疲労の回復でしょうみたいな、ところもあると思うんですけれども、やっぱりこの先ほど言った乳酸という、物質ですね。その乳酸っていう物質が今も最新の研究ではその乳酸自体が疲労を起こすっていう風ではなくって乳酸自体が悪いんじゃなくて乳酸が増えすぎることによって、疲労が出てくるっていう風に言われているんですけれども、やっぱりその乳酸が必要以上に増えてしまうと疲労を感じるので、乳酸をなるべく増えすぎないようにしなければいけないわけなんですけれども、クエン酸にはその疲労をもたらしてしまう乳酸が、増えすぎるということを防いでくれる効果が
あるわけなんですね。乳酸をちょっと取り除いてくれるという効果があります。乳酸って主に筋肉の組織とかに蓄積されていくんですけども、でそれが蓄積されるとこの肩の筋肉だったら肩こりになってきたりとか、そういったことが起こってくる。腰に溜まったら腰痛になるとかですね、そういうことが起こってくるんですけれども、その筋肉内に溜まってしまった乳酸を分解させる必要があるんですね。それを改善するためには。でそれを改善、分解させてくれるのが、クエン酸ということになります。で体内にそのクエン酸回路って呼ばれるものがあるんですけれども、そこがちょっとさっきのブドウ糖の話、ブドウ糖を取りすぎたりとか、そういったところでうまく回らなくなると乳酸ばっかりがちょっと増えすぎちゃうってことになるんですけど、簡単に言うとですね、それがですねクエン酸を外部から摂取していくことによってその、クエン酸回路っていうのがうまく回って乳酸が出過ぎないようにしてくれるというわけなんですね。でそれによって、クエン酸を取っていると、体内に乳酸が蓄積されにくくなるので、疲労を感じにくくなりますし、もう疲労していた筋肉とかも改善してくるといったところになります。はい、そしてですね、あとはですね、もう実際に健康効果っていうところじゃなくて、病気ですね。本当にその病気っていう状態も、予防できたり改善できたりするっていうことも、もうこれ科学的にも証明されている、分かっているというところがあるんですね。予防とか改善が期待できる病気っていうのがいろいろありますといったところになります。でまずはがんですよね。もうこれも本当にがんに対して非常に効果があるということが分かっています。がんって活性酸素が増えすぎることによって細胞が酸化するってことが原因だというふうに言われているんですけれども、このクエン酸がですね酸化物質を解消してくれるという効果がありますので、それによってがんの予防とか改善が期待できるということになります。やっぱり先ほど最初に言った体が酸性に傾いている状態だとやっぱりがんとかも発症しやすいといったことになるんですけれども、それがクエン酸を摂取することによってアルカリ性に持っていってくれるその酸化物質を解消してくれるということがあるので、がんに非常に効果が期待できるということになります。そして2つ目は肝機能の低下ですよね。肝臓の働きっていうのはですね、その血液に含まれているこの有害物質とか、そういったものを解毒してくれるというのが肝臓の働きの一つなんですけれども、あとアルコールの分解ですよね。で例えばアルコールを取りすぎるとその肝臓での分解が追いつかなくって、で追いつかないことによって肝臓の機能自体に障害が出てきたりしますよね。アルコール性肝炎とか、そういったものがありますけれども、で肝機能が低下しているっていうふうに感じた場合ですね、これクエン酸を摂取することで、肝臓の疲れを取り除いてくれるということが期待できるわけなんですね。体全体、筋肉とかの疲労も取り除いてくれるし、肝臓の機能も、回復してくれるということがあります。なので、アルコールをよく飲む方とかにもですね、実はクエン酸って非常におすすめなんですね。はい、そして3つ目は、血圧ですよね。高血圧で悩んでいる方っていうのも多いと思いますし、逆にですね若い女性とかだと低血圧がひどいっていう方も、いらっしゃるかと思うんですけれども、クエン酸っていうのはもうやっぱりこの血液サラサラにしてくれるっていう効果があったり、しますので血圧を改善してくれるという効果が期待できます。あとは糖尿病とかもですね、あるんですけれども、膵臓で作られているインシュリンの分泌とか、そういったことにも、クエン酸が働いてくれるという効果もあります。なので、高血圧、低血圧、あとは糖尿病とかですね、そういった病気に効果が、期待できるということがもう科学的に、証明されているといったところですね。
そしてあと下痢とか便秘とかもですね、やっぱりこの慢性的に便秘だとか下痢に良くなっちゃうっていう風に悩んでる方も多いと思うんですけれども、これもですねやっぱりいろんな原因があるんですけども、例えば下痢だったりするとそのウイルスとか細菌が原因になって下痢を起こしているっていう場合もあるので、そういった場合は、特にクエン酸を飲むとですね、その細菌とかを殺菌してくれるという効果があるので、そういったことにも、期待できますし、あとは下痢が続いている人とか便秘もそうなんですけども、やっぱりこれストレスが影響しているっていう場合があるので、先ほど言ったストレス軽減っていうところにフォーカスすれば、クエン酸を取ることによってストレスが軽減されて、そういった腸の状態も改善できるということがあります。はい、そしてですね、これ病気関係ないんですけど、美肌効果っていうのも実は期待できるんですよね。やっぱり何でもかんでも活性酸素っていうのがやっぱり関係してきていて、紫外線を浴びると皮膚にですね、紫外線を浴びることによって活性酸素っていうのが発生しますよね。フリーラジカルっていうやつなんですけども、でそうするとですね、やっぱり紫外線を肌に受けることによって、この真皮に肌のですね、皮膚の真皮に存在しているコラーゲンっていうのがダメージを受けて、でそれによってシワとかたるみとかそういったことが起こってくるわけなんですけれども、そういったものに対してもですね、やっぱりその活性酸素自体を、除去してくれるっていう効果がクエン酸にもありますので、クエン酸をちゃんと十分に摂っていれば美肌っていうのにも、効果が期待できるということもあります。はい、そして最後は、風邪ですよね。風邪って何なのかっていうとですね、最近特定のウイルスの風邪が流行っているんですけれども、流行っているようなんですけれども、やっぱり風邪っていうのはウイルス性の症状が出ることですよね。何かしらのウイルスに感染することによって、そういった感冒様症状っていうですね、風邪っていうふうに俗に言われている症状が出るという、風邪って本当に一般的な病気です。感染症ですよね。で、それがウイルス感染によって起こるんですけれども、熱が出たりとか鼻水とか咳とかそういったものが出たりするわけなんですけれども、そういったですね、熱が出るとか鼻水が出る、咳が出る、そういった症状っていうのは体の中のその免疫がですね、入ってきたウイルスと戦っているっていう証拠なんですよね。なので鼻水が出たり咳が出る、熱が出るっていうことはちゃんと体の中の免疫が機能して戦ってくれてますよって、一生懸命ウイルスを外に出そうとしてくれてますよっていう状態ですよね。でそこでですね、やっぱりどんどん話がそれていっちゃうんですけど、風邪をひいたら結構風邪薬を飲むっていう方も多いと思うんですけども、そういった風邪薬とかを飲んでしまうと実は逆効果なんですよね。なんでかっていうと、それは今出ている咳とか鼻水とか発熱とかですね、そういう症状を抑え込むっていうものですよね、薬っていうのは、風邪薬っていうのは。でそれをしてしまうと、せっかく体の中の免疫が戦って熱を出したり咳を出したりしてウイルスを撃退しようと戦っているのに、その免疫の力を抑え込んじゃうよっていうことになっているわけなんですよね。なのでせっかくそうやって免疫が、自分の自然治癒力が働こうってしているのに、それを抑えているのが風邪薬なんです。なのであまりですね、その対症療法という、薬っていうのはですね、飲まない方が最終的にはいいということがあります。で、そこでですね、風邪をひいたっていう時にクエン酸を摂取すると、どういう効果があるかっていうと、やっぱりそのクエン酸が持っている力によってウイルスの力を弱めてくれるという働きがあるわけなんですね。なので、風邪の初期症状とかがある時にクエン酸を
取るとですね、直接働いてくれるっていうこともありますし、クエン酸を取ることによって、免疫力が上がっていくので、間接的にも、いいと、さっきの副腎の、話もそうですね。副腎皮質ホルモンがたくさん出るということにもつながっていきますので、総合的に風邪に対する力が強くなるという効果が期待できます。なので、風邪にもやっぱりクエン酸は非常にいいですよということが言えるんですよね。はい、ということでかなりちょっと長くなってきたんですけれども、クエン酸にはとにかくいろんないい効果があるので、ぜひ摂取していくと、いいですよといったところです。で、じゃあ実際クエン酸ってじゃあ何から取っていったらいいのか、どういうものから取ると効果的なのかといったところはですね、あるんですけれども、もちろんですね、やっぱりその食べ物から摂取するっていうのがすごくいいんですけれども、やっぱりその食べ物だけでは取りきれない量をですね、そんなにたくさん取れないっていう場合があるので、そういった場合は粉末のクエン酸っていうのが売っていますので、そういったものを利用するのがおすすめです。で、食べ物だったらですね、やっぱり日本人だったら梅干しっていうのが非常におすすめですね。梅干しとか、あとかぼすとかすだちですね、そういったものもすごくいいです。で、あとは、レモンとかライムとかのもいいですし、あと沖縄のシークワーサーとかですね、こういったものも非常におすすめです。で、こういった食べ物から取るのもいいですし、ちゃんともっと大量に取りたいっていう場合はですね、粉末になっているものがあってですね、よいしょ、私が重いいつも摂取しているのはこちらのこういったちょっとすごい大量買いしてるんですけれども、日賀産の国産クエン酸っていう、重いってやつですね。これです。結晶ってなってるやつですね。これね、すごい安いんですよ。基本的にクエン酸ってめちゃくちゃ安価で手に入るので、これはインターネットで買ったんですけれども、普通に薬局とかそのドラッグストアに行けば顆粒とか粉末とかのクエン酸っていうのは売ってますので、かつすごい安価で手に入ります。で、これ国産クエン酸で、これ食品添加物で、食品グレードっていう感じのやつなので、普通にこれでなんかちょっと酸っぱい系の飲み物とかも作れますし、普通に粉の状態で、薬みたいな感じで飲むってこともできますし、いろいろね使うことができるので、私はこういう大量買いをしているわけなんですけども、でこのクエン酸がパウダーにこれは結晶ですね、結晶になっているので、これは私はちょっとこういう小さい瓶とかに移して、ちょっとこの白い粉だけだと何だか分かんないんですけども、こういう瓶に移して、小分けにして飲むということをしています。で、こういうふうに粉の状態になっていると、いろんな飲み物に入れて薄めて飲むっていうことができるので、普段の飲み物ですね、なんか水でもいいですし、なんか紅茶とかに入れてちょっと酸っぱい感じにするとか、もいいです。紅茶にレモンとかで入れますよね。それと同じ感覚で、入れるっていうこともいいですし、いいんですけれど、紅茶にこれ入れるとこれ結構すごい酸っぱいんですよ。めちゃくちゃ酸っぱいので、すごい酸っぱくなっちゃうので、ちょっと酸っぱいの苦手だなっていう人は紅茶にこのクエン酸と、蜂蜜を入れるっていうのもおすすめです。そうするとちょっとまろやかになるので、そういった感じで、飲み物に入れて飲んでいただくっていうのもいいんですけれども、やっぱりですね、先ほどちょっと言ったようにクエン酸を口の中にずっと含んだ状態にしておくと歯がエナメル質が溶けちゃうっていうことがあるので、それはやっぱり避けたいので、なるべくですね口に長時間含まないようにしたいので、飲み物に混ぜて飲むとしたら、結構一気に飲む、一気にっていうか、そんなにですねコーヒーとか紅茶とかみたいにゆっくりずっとなんか30分ぐらいかけて飲むっていうのはあまりおすすめしないので、なるべくピュッて飲む感じの方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、クエン酸自体これ粉になっているものを
取ることで副作用というか、その害みたいなのがほとんどないんですけれども、やっぱり人によっては大量に飲みすぎると胃がムカムカしたりとか、そういったちょっと気持ち悪くなっちゃったりとか、そういったことが起きる場合があるので、そういう違和感を感じる場合は薄めて飲むっていう風にしていただくといいと思います。あとはその一気に大量に取るんじゃなくて、数回に分けて少しずつ取るというのがおすすめですね。で、あとはやっぱりその胃壁っていうのをその刺激して、胃酸を出してくれるんですけれども、あんまりその刺激しすぎるとですね、逆効果っていうこともあるので、空腹時ですね、空腹時は、なるべく避けた方がいいです。なので空腹時っていうよりかは食後ぐらいが、食事の間でもいいですし、食後ぐらいが一番いいんじゃないかなと思っています。で、実際にですね、私は毎食後に最近飲んでいるんですけれども、毎食後にこれをですね、私の場合はこのバッてそのまま粉を口の中に入れて、もう水で飲み下すみたいな感じでやっていくんですけれども、そういった感じで飲んでいます。で、クエン酸ってじゃあ1日どれぐらいまで取っていいのとか、どれぐらいなら取っていいのかとかですね、どれぐらい取るといいのかですねっていうことがあると思うんですけども、基本的には別に制限はないということになります。で、なんでかっていうと、そのいっぱい取ったとしても体で吸収しきれなかったクエン酸っていうのは、時間が経つとどんどん体外へ排出されていくんですね。なんで体内にとどまり続けて過剰摂取になっちゃうっていうことはないので、どんどん取っていっても問題ないということになります。で、なんですけども、やっぱりこういった食品から全て取ろうとすると、なんか例えば梅干しだったらめちゃくちゃ塩分取りすぎちゃったりとか、それ以外のものを取りすぎるとかっていうのがありますので、やっぱりたくさん取りたいよっていう場合は、こういったですね、粉になっているもので取るっていうのがおすすめです。で、クエン酸っていうのがですね、その摂取して体内に入ると大体ですね2時間ぐらいすると、ピークになっていって、で大体その後、4時間ぐらい経つとだんだん減少してくるというふうに言われているので、小分けにして飲んでいくといいんですよね。一気に取るじゃなくて、だんだん減ってきちゃったらまた補充する、また補充していっぱいになってまた減ってきたら補充するみたいな飲み方がいいので、なるべく小分けにしてですね、1日数回飲んでいくといいです。で、目安としてはですね、そのどういう効果を得たいかにもよってくるんですけども、だいたい1日15g ぐらいですね、ここに書いてあるんですけども、1日 15g ぐらいを数回に分けて飲むというのがいいというふうに言われています。で、どういうふうに飲むかなんですけども、ちょっと実際ですね、ちょっと今飲んでみようかなと思うんですが、私の場合はよいしょ、こういう粉になっているものをで、これ1日 15g 飲みたいので、小さじ、1日3回に私は分けてるので、6回ぐらいに本当は分けた方がいいと思うんですけども、なんで 15g 飲もうと思ったらこの小さじ1を1回に飲むんですけど、これだけ飲むとかなりやられます。酸っぱいです。なので、すごいこれぐらいしか多分1回には飲めないんですけども、これをですね、この後すごい酸っぱい顔になっちゃうんですけど、これを、ちょっと飲み物を用意しといてですね、これをって感じに飲み下します。めっちゃ酸っぱい、めちゃくちゃ酸っぱいんですよ。多分この量だからまだこれで普通に喋れるんですけど、めちゃくちゃ酸っぱいので、小さじ1とかを本当にギュッて飲んじゃうと酸っぱいです。かなり酸っぱいです。でもすごいこれ飲むとちょっと爽快感がありますね。ちょっと目がパキッてするみたいな爽快感もあったりするので、
なんか水とかに入れてちまちま飲むのもいいんですけども、私は結構もうなんか大雑把な感じなので、こういうふうにダイレクトにガッて飲んでガッて飲み下すみたいな、風にして飲んでいます。もう効果は変わらないので、好きな感じで飲んでいただくといいかなと思います。でもやっぱりですね、その胃腸の働きとかにもいいですし、やっぱりその鉄とかですね、カルシウムとかマグネシウムとか、そういったミネラルって吸収がすごく難しかったりとかするので、クエン酸とそのミネラル同時に飲むことによってその吸収を助けてくれるということもあります。でなので私はですね、いつもマグネシウムのこれまた別の動画でマグネシウムのお話を2本ぐらい上げてるんですけれども、それちょっとマグネシウムに関してはそちらの動画をぜひ見ていただきたいんですが、マグネシウムも高濃度のものとかを飲んでいるんですが、そのマグネシウムもやっぱりより効率よく吸収していきたいので、高濃度のやつを飲むかつクエン酸を一緒に飲んで吸収を高めるということをしています。なので食後にこのクエン酸を飲み下して、かつ苦いマグネシウムをちょっと舌下とかしてですね、そういう形で、飲むということを行っています。やっぱりすごい効果って期待できるみたいで、私もですね結構このクエン酸飲み始めてから疲れがそんなに感じなくなったなっていうのが実際ありますので、本当に効果これあるなっていうのが結構すぐ実感できる感じなんですよね。なのでこれ本当に安いですし、非常におすすめです。結構これとかを買うみたいなのはハードルが高いっていう場合は梅干しから始めていただいてもいいですし、でも梅干しちょっと若干コスパが悪いんですよね。梅干しってちゃんとしたものなんていうんですかね、添加物とか入ってないちゃんとしたものを選ぶとすごい高いですよね。なのでそれを毎日必要量食べようと思うとコスパ悪かったりするので、やっぱりこういうですね安価なもので摂取できるっていうのは非常にコスパよくでいいんじゃないかなと思います。あとはすだちとかかぼすのジュースみたいなやつとかも売っているので、そういうものでですね気軽な感じで、楽しむ、その味を楽しむっていう感じで飲んでいただくのも、いいかなと思いますし、シークワーサーとかもですね本当に美味しいので、普通に果物から取り入れていただくっていうのも、おすすめです。ということで今日はクエン酸について、詳しくですね解説をしてきました。すごい長くなってきちゃったんですけれども、こういった形でですね、食と健康について、あとは発酵食について、そういったことを、お話いろいろ今後もしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとですね発酵食品について、詳しく学びたいという方はですね、動画で学べる発酵食の講座っていうのも用意していまして、今ですね YouTube のメンバーシップっていうのをやっていまして、でそのメンバーシップに登録していただくと通常1講座3000円ぐらいで販売しているものがですね全部見れるっていう状態になっていただけるんですよね。なのでそれはメンバーさん限定の特典ということになるんですけれども、有料で月額は発生するんですけれども、そこに入っていただくことによって、全部動画を常に、見直すこともできますし、メンバーさんに関してはですねその質問とか、そういったことも無制限に、お受けするということもやっていますので、興味がある方はですねぜひそちらの方も見ていっていただくといいかなと思います。動画のタイトル欄のところをタップしていただきますと、メンバーに参加していただけるリンクが貼ってありますので、ぜひ覗いてみてください。ということで長くなりましたが今日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。